はい、皆さん、こんにちは、岡祐介です。かなりね、お久しぶりなチュートリアルになるんですけれども、先日ね、僕が DJI さんのミニ2の、シネマティック動画を公開したと思うんですけれども、今回はそのミニ2を、編集画面を使った、解説をね、皆さんにお伝えしていこうと思います。で、最近ね、この YouTube 上で僕のね、どいて。はい。最近ね、YouTube 上で編集画面を使った解説って全然していなくて、僕がね、運営している動画コミュニティトランスサロン、今ね、初月無料やってるので、ぜひチェックしていただきたいんですけれども、そのトランスサロン、オンラインサロン限定で、週に1本、僕はね、編集画面を使った解説だったり、イベントのアーカイブだったりとか、いろいろと公開していたんですけれども、YouTube 上では、最近全然、配信していないですね。そういったクローザーのコミュニティ限定でやっていたので、今回は、久しぶりにね、がっつり解説していこうというところなんですけれども、やっぱり全部解説してしまうと、動画がすっごい長くなってしまうので、本当にある程度のところまで、この YouTube 上で公開させていただいて、もちろんね、どのような構成で作ったのかっていうのをお伝えするんですけれども、後半、細かなところってのは、またオンラインサロンで、公開させていただくので、ぜひね、遊びに来ていただけたらというふうに思っています。なので、ちょっと冒頭遊んだんですけれども、はい、早速、編集画面を使った解説をしていこうと思います。はい、こんな感じになっております。今回の動画は、2分30秒。本当はね、抜け感がこっちにあったんですけれども、ちょっと素材が合わなくて消してしまったので、実質3分ぐらいはあったと思うんですけれども、こんな感じ。いやー、貴重ですね。最新のシネマティックの編集画面ですから。はい。なんかある程度ね、音楽を決めた状態で、第1パート終わるまでは1分20秒。そこから DJI さんのロゴが入って、あとはもうエンディング。今回はこういったメンバーで撮影していますよっていう、裏側をね、ちょっとお見せしたいなと思ったので、そこからは別の音楽でつなげております。で、今回多分説明できるのは、どこまでだろう。一旦やっていきますか。はい。で、音楽を決めて、正直今回の音源選びはめっちゃ悩みました。サビとかにはミニ2で撮影した綺麗な動画を入れたいなっていうのと、そのミニ2の素材だけあっても、やっぱり魅力的ではないので、ドローンで僕が本来どのような制作を心がけているのか、でどのような気持ちでインスピレーションを受けて撮影に挑んでいるのかっていう、そのストーリーを、かっこよく収めたかったので、最初はこのような形で、かなりより抽象的な絵ですね。抽象的な絵を多めにして、で、スタジオです。スタジオで、iPad を使って、ちょっとね、ミニの写真をこうやって描いたりとか、演出なんですけれども、ドローンで撮影しに行く前に、このようにしてインスピレーションを沸かせて撮影に挑んでいるんだよっていうのを伝えたかったので、こんな感じな演出をしました。で、出発して、ある程度のとこまで行ったら、ドローンの映像が生まれて、サビです。ミニの表現はかっこいいです。すごいですよ。で、環境を変えてサーフィンして、サーフィンしている時でも、気軽にね、僕は飛ばしてないんですけれども、飛ばせるよっていうところを、今回は伝えさせていただきました。で、ある程度したら、花火やって、さよなら。はい。それを1分20秒で表現して、ショートムービーで、やっぱ Twitter とかね、SNS に公開すると、今やっぱりすごくね、見られやすいので、短時間で凝縮させて表現をするってことはね、すごく、価値があることだと思うので、ぜひ参考にしてみてください。はい。まず、これはですね、僕がね、本を、ペラペラペラってやってるのをマクロで撮っただけです。で、よーく見ていただければわかるんですけれども、じゃん。はい。こちらね、単語帳なんですよ。英単語なんです。はい。今僕ね、頑張って英語の勉強していまして、author, audience, attractive みたいな感じで。はい。そんなことどうでもよくて、移動中にね、車の移動中に英単語やってるので、アクアライン通ってたんですよ。千葉行く時のね。でその移動中に、照明がすごいいい感じだったんで、自分でこうやってカメラ構えて、ペラペラペラってやっただけです。こんな感じで常にね、その撮影のことを意識してかっこいいなって思うものを収めてます。はい。これはね、効果音です。今回このコモロで音声が入んなかったので、基本的には効果音で追加しております。はい。これはスタジオです。
スタジオで僕が作業しているところの横目をマクロで撮ってもらいました。はい。これはね、高校生クリエイター翔くんが、このガラスに向かってハートを描くと。で、ハートを写すのはちょっとあれかなと思ったんで、描いてるところ、この照明とボケ感めっちゃ良かったんで、描く前のところだけ使ったっていう感じです。で、今回、冒頭ね、ピアノの音程が1個、2個、3個、4個、5個、6個。5個目ぐらいからまた別のね、テンポが始まるんで繋ぎやすいんですけれども、最初はね、このピアノの音源と、やっぱりそのシーンをね、そのイメージした時に、やっぱりこのマクロで非現実的な表現が一番相性良かったんですよ。なのでこんな感じで、全部寄りです。ボケてます。これ寄りではないけど、いい感じでボケてるシーンと。で、これ足元、太陽があるんで、この足元とこの影のバランスがすごく良かったんですね。はい。ここも効果音使ってます。はい。で、紅葉の時期だったんで、この太陽。太陽をね、これ真逆にしてしまうと、すごくチープ感が出てしまうんですけれども、太陽をギリギリ映さないぐらいだと、いい感じのフレアが出るので、皆さん覚えててください。はい。ここのまた音程で環境変えます。最初のピアノ2番目ぐらいまでは、普通に自然描写より、今回の撮影でこのようなロケーション、そしてインスピレーションを受けて撮影したんだよってところを簡単に伝えてから、スタジオで iPad 使って Mavic Mini 2が、Mavic Mini 2じゃないか、Mini 2ですね。はい、考えてますよ。ある程度イメージしたら、これもね、朝のうちって太陽が低い位置にあるんですね。なのでこんな感じにフレア出しやすいんですよ。なので覚えててください。カバン持って、カバンを動かして引き継ぎ。同じ動きをよりと引きでやりました。はい。これはいつも通り iMac でトランジション。で、ここでトランジション。で、見ていただければわかるんですけれども、エフェクトは何も追加していません。撮影時にこういったところを意識するだけで、何もやらなくても綺麗に繋がってるように思えるんですね。で、効果音、スワッシュ。ウォーン。はい。はい。で、車に荷物詰めて、扉を閉めるタイミング。これスタジオのブラインドですね。はい。この一貫したつなげ。これはね、編集画面で解説しなくても、皆さんね、YouTube で見ていただければ多分わかると思います。撮影時に、こういった音の環境音とともに、ブラインド、動かす。で、こちらが車の中から、上向きですね。カメラを上に向けて、で、動かすと。撮影時にトランジションを意識して撮ると編集しやすいですよ。ただ、撮影時に、じゃあ扉ここ閉めて、次、スタジオのブラインド撮って、次じゃあ外山梨に行くまでの途中を撮ろうと思ったかって、意識全然してないんですよ。本当にその時その時でいいなって思うカットを撮って、で、あとは編集時にまた全体図を想定しながら繋げていくってことをやってるんですね。だからシネマティック撮影の時はそんなに大枠考えていません。はい。ここで、僕たちのこのスタジオで、iPad を使って、Mavic Mini の表現、撮影前に、インスピレーションを、考えたというシーンは終えたので、車で山梨に向かいます。向かった先には、素晴らしい景色が広がってくる。で、結構ね、前半ごちゃごちゃしすぎたので、ここでちょっと落ち着かせたいなっていうことで、これドローンですよ。ドローンで、このススキがめちゃめちゃ綺麗になびいていたんで、かなり低い状態から徐々に前に進んでいくっていうカットを撮りました。で、このね、一段落ついたタイミングで、この DJI クリエイターっていう、このテキストロゴが入るってめちゃめちゃかっこいいですよね。こうやってテキストを入れるタイミングとかもめっちゃ大事だと思います。これないと、いい感じだけど、物足りないなっていう。なんで、DJI 朝のロゴと、で、ススキなんで次はよりのススキですね。ビデオバイユースケオカワ。で、マクロ入れて、
ここからどんどんスタートしていくという感じですね。はい。まあ、ちょっともう10分ぐらい経ってしまったので、この次からはトランスサロンメンバーに、配信したいと思いますので、初月無料なのでぜひチェックしてみてください。そうですね。まあ、これ説明してたらめっちゃ長くなるな。2、30分ぐらいかな。なので、頑張っていきたいと思います。この後も。で、今日はね、こんな感じの、まあ、編集画面を使った、まあ、簡潔な配信になってしまったんですけれども、普段ね、僕がこの、シネマティック表現を撮影する前に、どのようなことをイメージして挑んでいるのかっていうのを、まあ、少しですけれども、お伝えできたら、とてもね、嬉しく思っております。引き続きね、動画でより多くのね、選択肢を与えるために頑張っていきますので、何卒よろしくお願いいたします。今日はね、最後までご覧いただきありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。